最速対談 RTA。皆さんは RTA という言葉を知っていますか？ RTA とはゲームを開始してからクリアするまでの時間を競う競技のことです。 RTA プレイヤーはタイムを縮めるために最短距離を移動したりバグ技を駆使したり、通常のプレイヤーでは思いもつかないプレイを披露し見る人を驚かせます。そんな RTA プロ野球にも存在するんです。その一つが助っ人外国人による最速対談 RTA。 彼らは普通の助っ人では思いつかない方法で NPB のルールの網をかいくぐり、時には人としてあるまじき行為に出て最速で帰国、世代を超えてプロ野球ファンを驚かせます。今年では開幕直前に巨人オドアが突然の退団を発表。来日からわずか40日での退団は巨人史上最速記録で、あの悪名高いクソ助っ人ダン・ミセリをも超え、ネット上ではミセリより上やんと話題になったんです。そこで一つの疑問が生じました。オドアより早く退団した助っ人は他に誰がいるのか。というわけで今回の動画は来日から退団まで一番早かった助っ人を紹介したいと思います。調査概要。今回は来日した日から退団した日までの日数が早かった助っ人をトップ10形式に紹介します。この動画を作るにあたって2020年に発売された週刊ベースボール8月24日号完全保存版1936-2020歴代1290人外国人全選手写真名鑑を購入。1人ずつ写真付きでプロフィールが載っており、その中の7尾行8寸評を参考に途中退団した選手をピックアップ。詳細は野球メディアの特集や当時のアーカイブなどで調べてランキングを作成しました。ただ昔の選手は来日した日がわからないことが多いため、来日した日付がわからない場合は春季キャンプ初日の2月1日にし、テスト入団選手で来日した日がわからない場合は入団決定日にしています。そのため日にちやランキングが正確ではない場合がございます。あくまでご参考までにご覧ください。なお今回は来日から退団までの日数ということで、98年のロッテマーク・ホジーマ、2003年の中日ケビン・ミラー、21年の楽天アダム・コーンリーなど来日せずに契約を破棄したり退団した選手は対象外にしています。では参りましょう。10位阪神ベルトイヤ65日。当時の阪神はサードが穴で、前年獲得した助っ人ヤシックは入団会見で40ホームラン打つと豪語するも221打席与えられて打率1割9分1厘、日本塁打と期待を裏切りました。そこで阪神はメジャー4球団を渡り歩き通算425安打27本塁打をマークしたレノ・ベルトイヤを獲得。阪神としては球団初の元メジャーリーガーの入団で、この大補強に当時の野田オーナーはシーズン前の激励会で一大補強をやったのも狙いは優勝することにあるのだと豪語し、同じ助っ人のバッキーバーンサイドと共に 3B トリオと呼ばれ大きな期待をかけられました。ベルトイヤは2年前にデトロイトタイガースを退団してから来日するまで高校で歴史の教師をしておりブランクがありましたが、すぐにプレーはできないだろうが開幕までに体調を取り戻す自信はあると懸念を一蹴しました。しかしシーズンが開幕するとデビューから11打席連続無安打を記録。その後もさっぱり打てず、4月23日阪神対太陽6回戦が終わった後の甲子園球場内の事務所でベルトイヤ、当時の球団社長藤本監督との三者会談が行われました。その席でベルトイヤは妻と子供の病気が思わしくなく帰国させた。それには主人である私も一緒に帰ってやらなければならない。できることなら退団したいんだがと突然退団を要求してきたんです。ただ球団としてはベルトイヤを大物メジャーリーガーとして鳴り物入りで入団させた経緯もあり、そんな選手をシーズン開始早々に退団させるのは球団のメンツに関わるとして、その場はベルトイヤの要求を保留、全ては野田オーナーに相談してということになりました。そして翌日野田オーナーから電話があり、この前から球場やテレビでゲームを見ているんだがちっとも働いてくれないじゃないか、わざわざ向こうまで行って取ってきた選手にしてはお粗末すぎる、帰国させちゃって構わんとゴーサインが出て、4月25日にベルトイヤの退団が決定。わずか20試合の出場、打率1割7分5厘、1本塁打2打点、OPS523。2月20日に合流してからわずか65日の退団。帰国前にベルトイヤは妻や子供が病気で帰国しなければならなくなった。心配事を残してプレーをやっているわけにはいかない。だから一緒に帰るのだ。残念だが仕方がないと言い残し日本を去りました。9位巨人バニスター62日。2010年の巨人は先発陣が低迷、先発防御率 4.25、 QS 率は12球団最低の 38.2% を記録し4連覇を逃しました。そこで巨人フロントは先発陣に厚みを持たせるためにメジャーで4年連続100イニングを投げ10年も7勝をマークした現役バリバリのメジャーリーガーブライアン・バニスターを年俸1億2000万円で獲得しました。バニスターの父は元ヤクルトの投手で、バニスター自身も幼少期に日本で過ごしたことがあったといい、伝統ある巨人軍の一員になれることができてとても光栄です。
小さな頃に暮らした馴染みのある日本に戻ってくることができて嬉しいです。優勝に貢献できるように全力を尽くしていきますとコメント。秋季キャンプ直前の1月30日に行われた入団会見では、相手の戦術や戦略を研究した知的な投球でアピールしたい、子供たちの目標になるような選手でいたいと意気込みを語りました。そんなバニッサーに大きな期待を寄せていたのが元ヤクルトの安田武さん。安田さんはバニッサーの父がヤクルトに在籍していた時の投手コーチで、あんなクソ真面目な外国人選手は後にも先にも見たことがないと語り、息子のブライアンもそのあたりは受け継いでいるはず、俺は正直言って応援したい気持ちを抑えられないとバニッサーに対する秘めたる熱い思いを明かしていました。バニッサーはオープン戦2試合に登板、8回3分の2を投げ、自責点5、防御率 5.20、奪三振率 3.12 と奪三振こそ少ないものの四球は0、まとまった投球を披露し、先発ローテ候補として期待されていました。しかし3月11日に東日本大震災が発生。マグニチュード 9.0 の巨大地震は東北を中心に甚大な被害をもたらし、津波に襲われた福島第一原子力発電所の3つの原子炉が水素爆発して大量の放射性物質が放出する重大事故も起こりました。するとこのニュースを目の当たりにしたバニッサーは恐れおののき、15日に原発事故への不安を理由に無断帰国したんです。ただバニッサーだけではなく、地震や放射線被害などの不安から日本を離れた外国人は多く、西武横浜の助っ人も一時帰国していました。ただいずれの選手もその後再来日しています。球団は無断帰国したバニッサーに対して今すぐ戻ってこいと再来日を要請するも、バニッサーは首を縦に振らず、球団関係者はかなり一方的、代理人も含めて断固厳しく対処すると宣言し、4月2日 NPB 史上2例目となる制限選手となりました。これでバニッサーはメジャーを含む他球団でのプレーや移籍が制限され、年俸の300分の1が1日ごとに減額されます。公示日も無断帰国した15日に設定。年俸1億2000万円のバニッサーは2日の時点で760万円分減額となります。その後本人から日米を問わずプレーを続ける意思はないとの申し入れがあり、4月26日に任意引退選手として公示。バニッサーの現役生活はあっけない形で幕を閉じました。バニッサーに対して応援したい気持ちを抑えられないと語っていた安田さんは、どんな気持ちでこの一連の報道を見ていたのでしょうか。7位タイ、高橋ジム・ドゥール50日。高橋ユニオンズは1954年から56年までの3年間だけパ・リーグに所属していた球団です。53年当時7球団だったパ・リーグが球団数を偶数にするためだけに設立。他球団の戦力外になった選手の寄せ集めだったため、参入初年度の54年は前半から最下位を独走。なんとかこの状況を打開するため、高橋のスカウトはハワイで選手探しに奔走し、ジム・ドゥールを獲得しました。ドゥールは文武両道を体現する人物で、勉学ではハーバード大学卒業、野球ではハワイの独立リーグであるハワイベースボールリーグで投手として活躍していたこともあり、チームの救世主として期待されました。初登板こそ5失点で負け投手になるドゥールは、環境に慣れてくれば次第に結果は残せると思うよと余裕の回答。すると次の東映戦で完封勝利、さらに次の毎日戦でも完封勝利を挙げ、この試合で高橋は念願の最下位脱出。その後もドゥールの活躍もあり、高橋は5割の戦いを演じると1ヶ月後には6位に順位を上げました。誰もがこの勢いが続くと思っていましたが、救世主ドゥールが8月25日の登板を最後に突然ハワイに帰国してしまったんです。7月7日に合流してからわずか50日での退団。理由は右肘痛のためとされましたが、本当は違っていました。実はドゥール、ハワイで教師をしており、夏休みの時だけ日本に出稼ぎに来ていたんです。そして夏休み期間が終わりハワイに帰国。ただ野球協約では外国人の短期契約が禁止されているので、表向きは右肘痛を理由にしたということでした。高橋は協約違反を承知で契約。ドゥールとの契約書には2ヶ月の契約と英文で表記されており、最後の登板となった25日には渋谷の某医院による同月付きの診断書が用意され、翌日ドゥールはハワイへと帰国したのでした。7位対阪神ソラーテ50日。2019年7月終了時点で阪神の順位は4位。リーグ屈指の投手陣を抱えるも得点数はリーグ5位。2年ぶりの A クラスを目指すにあたって攻撃力アップは喫緊の課題でした。そこで阪神フロントはメジャーで5年連続2桁本塁打の実績を持つヤングアビス・ソラーテを獲得したんです。ソラーテは強打のスイッチヒッターかつ内外や全ポジションを守れるユーティリティプレイヤーという触れ込みで金打にあえぐ阪神打線の救世主として期待されました。ソラーテは7月21日に来日。翌日の会見では、与えられたところでやるのが自分の仕事、どこでも守れるし両方で打てるのは大事なことだし強みと思うと自身のユーティリティ性をアピール。さらにメジャー時代のあだ名がセクシータイムだったと明かし、記者からセクシーである秘訣を聞かれるとしっかり集中して、いい結果を出すためには格好もセクシーでなきゃいけないので、努力、中身をしっかり磨くことですかねと、外見だけでなく内面を磨くことが重要だと説明しました。1月23日にチームに合流したソラーテは2軍練習試合を経て26日に1軍に昇格。2番ショー
トでスタメン起用されるといきなり決勝ツーランを放つ鮮烈デビューを果たし、さらに4日後にはサヨナラ本塁打を放つなどセクシータイムの異名通りのド派手な活躍でファンの心をつかみました。しかしその後はセクシータイムは影を潜め、打率は1割8分8厘まで低下。さらにユーティリティの触れ込みだった守備でもエラー連発と守備範囲の狭さを露呈し、8月19日に登録抹消。その後2軍再調整を経て9月6日1軍に再招集。2軍の本拠地鳴尾浜から広島に移動します。現地に到着したソラーテはスタッフからベンチスタートを伝えられると、突然矢野監督にモチベーションが上がらないと訴えベンチ入りを拒否したんです。この前代未聞の職場放棄に球団はチームの規律を乱す問題行動と捉え、ソラーテを即刻解雇。メディアにはソラーテの意味をセクシータイムが時間切れになったということでセクシータイムアップと書かれ、ネット上では悪名高いグリーンウェルの再来と書かれました。6位、日本ハムバール・スノー45日。スノーは1974年に輸出入会社の社員として3月に来日。ついでに日本ハムの入団テストを受けました。テストでは低めにビシビシ速球が決まり、打席に立った NPB 唯一の通算3000安打達成者のレジェンド張本勲選手はなかなかいい、8割は決まりだろうとあっぱれ手前の評価を与えるなど実力が認められ、3月26日に入団が決定しました。日本ハムは前身の日卓ホームフライヤーズを引き継いでファイターズとしてスタートしたばかりで、スノーは日本ハムファイターズの記念すべき外国人選手第1号となります。中西太監督は同じテスト生だったバッキーよりスピードがある、それ以上は活躍してくれるだろうと外国人初の沢村賞投手で通算100勝も達成した阪神のレジェンド助っ人バッキー以上の活躍を期待。球団はエースナンバーの背番号18を与え、スノーも日本の野球界は全然わからないけれどまあ15勝もすれば球団は文句がないだろうと強い自信を口にしました。晴れて日本ハムに入団したスノーは1ヶ月間の調整を経て4月25日杉山2軍監督から明日は2軍戦で先発してもらうと2軍のヤクルト戦での先発を告げられ、スノーは任せておいてくれと力強く返答。首脳陣はその旨を伝えてスノーと別れました。しかし当日は雨天中止。さらにスノーは手渡しでもらった4月分の初給料と振り込まれたばかりの5月分の給料を持ってホテルを無断でチェックアウト。突然失踪したんです。球団は捜索するも見つからず、4月30日に日本ハムから契約解除が申請されました。その後在籍していた貿易会社を通じてすでに出身地ユタ州に帰国していたことが判明。本人によれば滞在先のホテルに脅迫電話がかかったり暴漢に襲われたりしたため恐怖を感じて帰国したといい、日本に戻る意思はあると話しましたが、日本ハムはたとえ日本に戻ってきても再契約するつもりはないと話し、5月9日コミッショナーはスノーを無期限の失格選手としました。5位、太陽ブレッド44日。本名はボブ・レイノルズ。若手時代に身長182センチ、体重93キロの大柄な体格から100マイル前後の弾丸のようなストレートを投げ込んでいたことで、ブレッドというあだ名が付けられたとのことです。ブレッドは73年、74年、リリーフとして活躍。メジャー6年間で通算140登板、防御率 3.15、21セーブをマークしました。ただ、75年を最後にメジャーから遠のき、76年はトリプル A でプレー。そして77年、自ら太陽ホエールズに俺は弾丸のような剛速球を投げると売り込みをかけ、入団が決定。開幕直後に来日しました。球団も登録名をブレッドとして大々的に売り出そうとしましたが、初登板初先発となった5月11日の巨人戦で3回2失点 KO、 次の登板も2回途中2失点で KO されると、ブレッドは首脳陣に2日後の広島戦でリリーフ登板させてくれと要望。しかし当日は2回3失点と炎上しました。するとブレッドは突然右肘が痛む、退団させてくれと言い出してきたんです。球団はひとまず慰留して後日球団社長がブレッドが住むマンションを訪ねるとすでに引き払われていたとのことです。球団は無断帰国したブレッドを即刻解雇。新聞には帰国だけは弾丸のようなスピードと書かれてしまいました。4位、巨人小堂は40日。23年の巨人は球団ワーストタイとなる2年連続 B クラスに沈む不名誉なシーズンを送りました。24年は球団創立90周年、そして巨人史上最高の星であり、4年の歳月をかけて帝王学を学ばせ満を持して一軍監督に就任した阿部慎之助新監督の初年度でもあります。この節目となる年に名手復活という最高の形で飾りたい。そこで巨人フロントはオフに大型補強を敢行。その一人が新助っ人ルーグネッド・オドーアです。オドーアはメジャー通算178発、8年連続2桁本塁打、そのうち30発以上が3度と輝かしい実績を持ち、16年には乱闘で相手選手の顔面に右ストレートをお見舞いしたという別の意味でのパンチ力もあります。オドーアは2月15日に来日。メジャー時代は首が見えないほど伸ばしていたヒゲを巨人軍は常に紳士たれという伝統に従い綺麗に剃り落とし、髪型は基本スキンヘッドで後頭部部分のみ残すという日本ではまずお目にかかれない奇抜なヘアスタイルに仕上がっていました。翌日入団会見が行
行われ、どんな形であれチームに貢献したい、チームに変身する姿を見てほしいと安倍新監督がテーマに掲げる自己犠牲を自らも体現することを誓いました。しかしオープン戦に入ると持ち前のバッティングは影を潜め、打率1割7分6厘、0本塁打0打点、 OPS376、 三振率 25.7%。 この結果を受けて安倍監督はオドアに2軍で状態を上げてくれと開幕2軍を告げます。するとオドアは受け入れられないと2軍行きを拒否、帰国したいと退団を希望してきたんです。球団は本人の意向を尊重し、開幕3日前にオドアの退団を発表。来日からわずか40日での退団は巨人史上最速記録で、2005年に開幕から大炎上を繰り返すも2軍落ちを拒否して4月で解雇。その後浅草観光を満喫して日本を去った巨人史上最悪の助っ人ダン・ミセリの68日、原発の恐怖から無断帰国して引退したバニスターの62日を大幅に上回りました。突然発表されたオドア退団の一報はプロ野球ファンに衝撃を与えるも、巨人ファンからは実績ある助っ人とか関係なしに結果で判断して2軍降格を告げた安倍監督を称賛する声や、むしろこれで若手が使える、もともとこんな性格で後々問題が起きるならこの時期に退団になってよかったといった声が上がっていました。そしてオドアが抜け臨んだ阪神との開幕戦、オドアの代役で3番ライトに入った梶谷隆之選手が攻守で躍動。2回に森下選手の右中間に抜けそうな打球をダイビングキャッチし、すぐさま一塁に転送してゲッツーを奪いピンチの芽を摘むと、5回にはライトスタンドにツーランホームラン、見事巨人を勝利に導きました。この梶谷選手の大活躍を受けてネット上ではオドアが退団という形で自己犠牲を行い巨人を勝利に導いたとネタにされました。その後オドアはヤンキースとマイナー契約を結んだと発表。これにはネット上で2軍拒否したのにマイナー契約で草、どれもこれもオドアの実力不足が原因で草といった声が上がっていました。3位太陽レスカーノ35日。1987年、前年まで3年連続 B クラスに沈んでいた太陽は巻き返しを図るため大物メジャーリーガーシクスト・レスカーノを獲得しました。レスカーノはメジャー通算1122安打148本塁打の実績を持ち、83年のワールドシリーズではフィリーズの4番として活躍した本当の本物という触れ込みで、年俸は40万ドル、契約金はなし、大物メジャーリーガーを格安で獲得することができ、安い買い物と言われました。レスカーノは4月13日に来日。日本に馴染もうと日本食に舌包みを打ち日本酒まで口にするこの助っ人はメディアに有料外国人の見本と称賛されました。レスカーノは4月19日のヤクルト戦で1軍デビュー、いきなり3安打猛打賞の活躍で最高のスタートを切りましたが、その後は自利品。5月9日の巨人戦では2ホーマーを放ち、ついに本領発揮かと思われましたが、その後6試合で22打席連続無安打。他球団はレスカーノの弱点である外に逃げる変化球を徹底的に投じ、しまいには相手投手に外角へスライダーさえ投げておけば打たれっこないさと言い放たれてしまう始末。完全に舐められたレスカーノはこの時完全に自信を喪失し、眠れない日々が続いたと言います。5月16日の中日戦で2打席連続凡退すると自ら変えてくれと古葉監督に直訴して途中交代。そして翌日対中日戦の中止決定後、突然現役引退を表明したんです。横浜スタジアムで会見を開き、アメリカのシンガーブルーノ・マーズのような姿で現れたレスカーノは、自分の野球人生は燃え尽きてしまった、150キロのボールも怖くなかったが今は140キロのボールにさえ向かっていけない、これ以上プレーを続けることはファンを裏切ることになるし自分の心を偽ることになると目に涙を浮かべ引退理由を話しました。たった20試合の出場、69打数15安打、打率2割1分7厘、3本塁打7打点。チームメイトへの別れの挨拶では、僕のスイングは真似しないでと悲壮感あふれるアメリカンジョークで締めくくり、来日からわずか35日で日本を去りました。対談に際し他球団の助っ人からは、奴はメジャーでも遠征先から突然姿を消すような札付きさ、ワールドシリーズでも頭痛がすると言って休んだんだぜと次々とコメントが出されたり、またレスカーノは直近1年間旧暦がなく、本人曰く出身地プエルトリコのウィンターリーグでプレーしていたと話していたようですが、太陽は確認は取っていないと話し、友好球団のブリュワーズの紹介だけでリストアップして、現地で太陽の取締役が1日だけ練習を見て獲得を決定したというずさんな補強経緯にも批判の声が上がりました。レスカーノが試合に出る前の太陽の成績は4勝4敗の5分でしたが、レスカーノが試合に出るようになった4月19日以降は6勝15敗と大きく失速、最終順位は5位に終わりました。2位毎日レオ・カイリー33日。1950年6月に朝鮮戦争が始まり、交戦統治国のアメリカでは多くのメジャー経験者が徴兵されました。中には日本の基地に駐留する兵士も多く、休みの日には気晴らしに元メジャーリーガーたちが中心となって基地ごとに野球チームが作られ、日本の2軍チームと試合をしていたといいます。その試合で日本の球団の目に留まった米兵は、勤務の休日の時だけ球団とアルバイト契約を結び1軍の試合に出場。これまで西鉄が4人の米兵とアルバイト契約を結びましたが、いずれもメジャー経験はありませんでした。そ
そんな中、53年8月に毎日オリオンズが元メジャーリーガーレオ・カイリーとアルバイト契約を結んだんです。カイリーはレッドソックスに所属していた。51年に7勝をマーク、52年に兵役のため入隊し、日本の基地勤務に。53年7月に朝鮮戦争の休戦協定が締結された時は東京立川基地に駐留していました。当時投手不足に陥り、どうしてもサウスポーが欲しかった毎日は元メジャーリーガーのカイリーに目をつけ、若林監督自ら足を運びスカウト。報酬1試合10万円と当時としては破格の待遇でカイリーとアルバイト契約を結びました。チームに合流したカイリーはその名にたがわぬ活躍で登板した6試合で全て勝利投手、6勝無敗、防御率 1.80 をマーク。打っても19打数10安打、打率5割2分6厘と投打で格の違いを見せつけました。毎日ファンからはその後の活躍にも大きな期待をかけられましたが、9月に除隊命令が出て帰国。わずか1ヶ月で毎日に6勝をもたらしたカイリーの顕著な活躍は他球団から多くの批判を招き、翌年コミッショナーから外国人選手のアルバイト契約を禁止すると通達が出されました。1位、ロッテロバート・ローズ28日。ロバート・ローズといえば横浜でプレーした8年間で通算打率3割2分5厘、167本塁打、808打点をマーク。98年には史上屈指の破壊力を誇ったマシンガン打線の4番としてチームの日本一に貢献し、99年には当時の右打者最高打率3割6分9厘、歴代2位の153打点をマークするなどベイスターズ史上最高の助っ人ですが、2000年オフ交渉がまとまらずに退団。その後はどの球団にも所属せずトレーニングを続けていました。そして2002年オフにロッテと契約。当時のロッテは96年から7年連続 B クラスに低迷。2002年の得点数はリーグ5位と得点力不足に陥っており、打線のテこ入れを図るため横浜で圧倒的な実績を残したローズに白羽の矢を立てたんです。最強助っ人の2年ぶりの日本球界復帰は大きな話題となり、期待を一身に受けたローズは1月22日に来日しキャンプに臨みます。本人曰く2年のブランクはあったものの打撃はスピードについていくことができ問題なかったと言います。しかし98年にゴールデングラブ賞も受賞した守備ではそれまで取れていた打球が取れない、届いていた打球が届かない、守備に強いこだわりを見せていたローズは自身の守備力の衰えを痛感し突然引退を決意したんです。会見を開いたローズは野球に対する情熱がなくなったとコメント。かつて横浜で映画を極めた助っ人もロッテでは前代未聞のキャンプ中に退団するという誰もが予想しない結末を迎え、来日からわずか28日後の退団は NPB 史上最速という不名誉な記録を残しスピード帰国してしまいました。ただ守備はダメになったとしても打撃が良ければ DH のあるパリーグでは戦えるのではないかと思えるのですが、後にローズは自分の守備で失点につながるようなことは我慢できなかった。自分が打点を上げたとしても自分の守備で失点してしまったら意味がない。そういう野球は嫌でした。一面的打撃でしか貢献できないような選手にはなりたくなかったんですと話していました。こうしてローズは引退。その後20年の時を経て23年12月6日ローズが独立リーグ火の国サラマンダーズの監督に就任すると発表されました。ローズはこの年ベイスターズのイベントに参加するためたびたび来日、積極的に日本のファンとの交流を図っていました。ローズは就任会見で目標は優勝、98年のマシンガン打線を再現したいと頼もしい発言を連発。野球ファンの注目を集めました。しかし開幕1ヶ月前の24年2月15日に突然家族の都合を理由に監督退任を発表。監督就任からわずか3ヶ月、キャンプは実質6日のみだったというスピード退任劇にネット上ではロッテの時と一緒やん、これはロッテローズといった声が上がっていました。まとめというわけで順位はこのようになりました。1位はロッテロバート・ローズの28日、阪神最悪の助っ人グリーンウェルは105日で23位となりました。ただグリーンウェルは97年1月29日に来日するも2月11日に一時帰国。再来日したのは77日後の4月30日で、それから2週間後の5月14日に引退したので日本にいたのはわずか27日となり1位のローズを超えます。グリーンウェルについてはこちらの動画をどうぞ。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますのでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。